皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。生物化学システム理論 BST では代謝反応ネットワークに対してミカエリスメンテン型式などを使って記述された微分方程式を S システムまたは GMA システムの微分方程式へと変換します。今回の動画ではこの変換において反応次数や速度乗数を計算するための一般化した式を示します。代謝反応ネットワーク内の代謝物は酵素の作用を受けて生成または消失します。この時の酵素反応は通常ミカエリスメンテン型式を使って記述されます。今、従属変数を i イコール1から n までの xi、独立変数を i イコール n プラス1から n プラス m までの xi で表すとき、従属変数 xi の時間変化は1式で与えられます。ここで t は時間、小文字の v は各酵素の反応速度、言い換えれば、流速を表します。加えて大文字の vi は xy プールへ流入する小味の流速を、v-i はこのプールから流出する小味の流速を表します。以下1式で記述されたネットワークを MM システムと呼びます。この MM システムは2式のべき乗速型式を使った S システムで記述することができます。1式は2式の形で解析的に表すことができ、得られた式を解けば1式と全く同じ代謝物濃度の時間変化の曲線を描くことができます。しかし本式は1式とは表記法が異なるだけで、実用的には1式と同じ形でしか使うことができません。そこで BST では2式中の反応次数 Gij、Hij、速度乗数 αi、βi を定常状態での代謝物濃度を基準値として使い、数値で表します。定常状態濃度は1式の右辺を0において与えられる連立方程式を別の動画で述べるニュートン・ラプソン法のような急行法により求めなければなりません。ここで定常状態における代謝物濃度を i イコール1から n までの xi アスタリスクで表しています。記号アスタリスクは定常状態値を意味します。S システム型方程式の右辺には常に正と負の2つの項があります。よってこれらの和を0に等しく置き、定常状態濃度を求めます。まず流入流速 vi について考えましょう。本式の両辺の対数を取ると4式が得られます。今4式の ln(vi) を ln(xj) で変微分し、得られた式に xi アスタリスクを代入すると、流入流出項の反応次数 Gij の式が得られます。ここで独立変数は一定ですが、この値にも便宜的に記号アスタリスクをつけて表しています。同様に流出流速 v-i について考えましょう。両辺の対数を取ると7式が得られます。そこで7式の ln(v-i) を ln(xj) で変微分し、得られた式に定常状態濃度 xi アスタリスクを代入します。これにより流出流速項の反応次数 hij の式が得られます。さらに求めた反応次数値を使うと3、6式から流入流速と流出流速項の速度乗数に対する式がそれぞれ次のように与えられます。以上で得られた式をまとめると MM システムから S システムへの変換の際に用いられる式は次のようになります。
本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。